お話の前に、講演者並びに指定討論者のご紹介をいたしたいと思います。講演者の山本理研さんは1945年生まれ、山本理研設計工場の代表でいらっしゃいます。この会場となっております公立函館未来大学の、公募によるコンペティションで、建築設計に当たっておられます。その結果として2001年度北海道赤レンガ建築賞並びに2002年日本建築学会賞など他にも多数の受賞をなさっております。最近は2018年から名古屋造形大学の大学学長をなさっておりまして、現在は退職なさっていて東京芸術大学客員教授です。次に、指定討論者のご紹介をいたします。本学の教授であります美馬の入さん、仮称であった国立大学開学計画策定専門委員会委員長、それから日本科学未来館副館長などを歴任されております。教育関係の著書多数ございます。最後に司会者であります私のご紹介をいたします。私は本学の特命教授でありまして、やはり函館公立大学開学の時の専門委員会に属しておりました。今年の3月まで本学の教員をしておりました。ということで、現在は木古内町で CDO 補佐官ということで、町の情報課に手助けさせていただいております。以上で紹介を終わったところでございます。それでは山本先生、よろしくお願いいたします。美馬先生にご紹介いただきました山本理研です。建築家です。この大学を設計しました。今日はですね、その大学を設計した時のプロセスと、最近名古屋造形大学という美術系の大学を作ったんですけども、その美術系の大学を作るときに、この函館未来大学の経験が非常に重要な役割を果たしました。ですので、その両者の関係、それとこの函館未来大学を作ったときに、皆さんご覧になって非常に不思議な空間だと思いますけれども、なぜこういう空間ができたのかということを含めて話をさせていただきたいと思います。今ここに映っていますのは、左側が函館未来大学です。で、右側が名古屋造形大学。この間、22年間のタイムギャップじゃないですね、連続性があるわけですけれども、ご覧になって分かるように非常に似通ってます。この左側の未来大学は、左の方、これは皆さんが今座っておられる場所から函館山がこの後ろに見えるんです。これブラインドを上げると函館山が真正面に見えます。そういう場所にこの講堂を作ってガラス張りにしました。で、今のは左側が函館山の方ですね。前の絵は。それで右側の方は少し小ぶりですけれども、名古屋造形大学です。で、この絵はですね、失礼します。はい。かなり似た感じだと思うんですが、これは1997年、コンペの第一次コンペがあって、確か15チームぐらいだった
ちょっと覚えてませんが招待されて、その中から5人が選ばれるという、そういう第二次コンペがあるっていうようなプロセスだったんですが、その時に最初に描いた絵です。1997年。で、この時はですね、これしか描いてません。でちょうどこの頃、函館山のこの敷地に来て、それで、前の絵の方が、すみません。で建築の形はどうするか自分でもよく分からなかったんです。でただ、その函館山が見えて、こういうふうにスタジオが手前にあって、向こうにこう山が見えて、手前に大きな広場があって、その広場は誰でも自由に入ることができて、その向こうに函館山が見えるという、そういうイメージがありました。ですから、中から外を見た絵だけ描いたんです、第一次の時は。で、まだ自分でもどういうふうな空間になるかわからないまま、何かこう、内から外を見たらこんなになるといいなという絵がこれです。で、次の絵は、第一次案に選ばれて5人の建築家が選ばれました。そこは第2次の時の案です。で、もうちょっと具体化していって、内側ではさまざまなアクティビティが可能なような巨大な空間を作ろうと思いました。で、この家具のようなもので、その大きな空間をさまざまなアクティビティに対応するような空間にしたらどうだろうかなっていう絵です。で、これも第2次の時ですね。で、こういうふうな形で、自由にその大空間を使えるというような絵を描きました。はい。で、これはプレキャストコンクリートって言いますが、皆さんご覧になって、天井が不思議でしょ。ここの天井もそうなんですけれども、プレキャスト、プリファブリケーションのマテリアルがあって、それを工場で作って、ここにトラックで持ってきて組み立てるような作り方をしています。で、この横に細い線が見えて、その間に照明などが入り込んでいますけども、この線の横の細い線のことをステムっていうんですけども、でこれは3本で1セットです。あるいは2本で1セットです。ダブル T っていうふうに、あるいはトリプル T っていうふうに言いますが、そういうスラブを工場で作って、こういう持ってきて載せてるんです。で、こういう工法を初めて採用して、木村俊彦さんという非常にプレキャスト建築では有名な構造家に依頼して、構造計算をして、こういうような提案をしました。これもコンペの時に出した絵です。はい。これは最初にコンペの時に出した絵なんですけども、基本は今の函館未来大と変わりませんが、ご覧になって分かるように、3棟に分かれてますよね。一番後ろの方にプールが見えます。体育館があって、プールがあって、でこの手前に、真ん中に教室群があって、それから一番手前のところに階段上の今の函館未来大学と同じ空間があります。でこういう提案を最初にしました。で左側にあるのが講堂がやっぱり函館山が見えるような位置にあるんですけども、でこれが最初のコンペの二次審査の時に提案して、審査員たちにすごく高く評価されて、これが一等賞になりました。ですから、ここから始まったんです。はい。ところがですね、とにかくお金がかかって、これは無理だっていうことが分かりました。あまりにも大きすぎて、それでどうしようかと思いまして、でここからですね、先ほどの策定委員会を未来大の本当に若い先生方に作っていただいて、その先生方と一緒にこの建築を作っていこう。でそれは先生方の方がむしろそれを望んでおられて、そういう策定委員会と我々設計者との話し合いによってこの先進めていくことになっていったわけです。で例えば、いろんな意見があって、講義室の様子を外からも見たい。でこれは私の方も前の大学、埼玉県立大学で中を見られるような大学を作ったところ、先生たちから猛反対があって、中見られると生徒の気が散っちゃう。だからガラス張りやめてくれって。あるいは先生たちの研究室もガラス張りにしたんです。そしたら嫌だって
先生たちから言われて、ガラス張りにするのができなかったんですね。今回逆に先生方の方からむしろ中の様子が見られるようにしてほしいということで、こういう意見が出てきました。そうすると研究室を学生たちのいるスタジオと先生の研究室はむしろできるだけ近い方がいいという意見であるとか、食堂を眺望の良い位置にとか、ゼミはこのスタジオで行いますよ。で、その工房が欲しいとか、いろんな意見があって、次に我々の方は、教室をガラス張りに、講堂、図書館、食堂はスタジオを巡って、近傍に配置しましょう。レクチャースペースって考え方をやめて、スタジオはそのものがレクチャースペースであり、スタジオであり、さまざまな用途にしていったらどうだろうか。で、先生、学生たちどうするっていうので、その時は3年生以上に個人のデスクを渡すようにしていったらどうかっていうような話し合いをしてきました。で、大学全体がミュージアムみたいになっていて、外からの人もいつも訪れてくるような大学にしていこうというようなことを話をしてたんですね。で、その後またそれに対して意見が出て、図書館が寝そべって本を読みたいっていう。でもリラックスして本が近いところにあった方がいいという意味です。それでマルチパーパス、さまざまな用途に使えるってこととか、ミュージアムのような大学にしたい。で、ミュージアムのようなってことはずっとキーワードのようになっていたと思います。で、体育館を多目的にしたい。体育館はスポーツのための場所ではなくて、多目的の場所にしていくっていうようなことも話し合っていって、いろんな過激な意見があって、体育館いらないんじゃないかっていう話とかですね、文科省の規定じゃなくちゃダメですって事務局から言われたり、半分にしちゃいましょうって意見もあって、半分でもできないことはないんですけども、それも事務局の方から文科省の規定とかいろいろあるので、一応体育館は正規の体育館の面積を取ってます。で、学内中に情報コンセント。で、これは当時としては画期的なことだったと思います。それからでこのスタジオを中心とした教育のシステムを先生方の方で構築していきたいっていう話になっていきました。で、こういう話し合いをしながら大学を作った経験はないです。これ2回目だったんですけども、まず設計者は設計者で作っていって、それを先生たちに見せて、途中に事務局が入ったりいろいろあって、むしろ、先生たちにはできちゃった建築に対して承認してくださいねっていうような作られ方が多いんです。で、その途中で事務局の人たちが教室はあんまりガラス張りにしない方がいいんじゃないかとかっていろんな意見があって、それで大学の先生が登場するのが普通のやり方なんですけれども、なぜかというと、大学は文部科学省が管轄を全体しているわけですね。で、教室ですとか、このセットですとか、文科省の方でかなり厳しい規定があって決められています。で、その文科省の決めることではなくて、先生方はこの教室のカリキュラムや教え方を優先してほしいということがあって、先生方と綿密な打ち合わせをしていったわけです。はい。で、最初、3つに分かれてたのがこんな風になりました。で、これが皆さん今、体験されている空間です。この時は体育館は右のところにあるんですが、ちっちゃい体育館でした。はい。で、ここから建築が始まっていきます。はい。で、これは建築は最終的には26,000平米のワンボックスです。ほぼ100メーター ×100 メーター程度だと思っていただければ大体いいかなと思います。で、最高高さが21メーター。できるだけ低い建物を目指しました。はい。で、これが正面から見た絵ですけども、中はガラス張りで外からよく見えます。で、今はブラインドがかかっていますけれども、全部オープンにすると函館山が真正面に見えて、外から見ると中の様子が全部見えるというような大学です。で、こんな大学今までに一つもありませんでした。はい。で、こういうふうな、これはプレシャストコンクリート
で天井高が、20メーター近い天井高に対して、柱と柱の間隔が12メーターあります。ですから、こんな細い柱でこんな空間を支えるというのは非常に実は難しいんです。でここにはいろんな技術的なテクニックが総動員されてまして、こういう細い柱で建築を作ることが可能になっています。で天井を見てご覧になると分かるように、これもプレキャストコンクリートで工場で作ってきて、これを現場に運んで組み立てるような仕組みを作っています。はい。これが上の方から見た、すごく細いでしょ、その上のステムっていうんですけども、ルーバー状の材料があります。これ構造体です。飾りではなくて。はい。でこれが見上げたところですけども、これは現場打ちのコンクリートでは絶対できないです。工場でこういうような型枠を作って、非常に硬いコンクリートで打たないと、こういうような形状ができません。はい。で、これがその断面図ですけども、1790の幅の、これがワンピースです。で、これをトラックで運んでくるわけですね。でここで組み立てるというような作り方をしています。下見ると、80って数字がありますが、8センチしかないんです。そのビスケって呼んでるんですが、下から見上げると、このコンクリート8センチしか厚さがありません。で、これはもうコンクリートで限界の寸法で、現場打ちでは絶対に無理です。で、こういうようなコンクリート、ここで初めて、ここで 80% 以上、プレキャストコンクリートの建築が日本で実現した最初の例で、この後も一つもないです。ですから、総プレキャスト建築ってこれが最初で最後の状態です。今の日本では。はい。で、こうやって運んできて、これ工事中ですけども、クレーンで今のトリプル T をこうやって運んで下ろしていくっていうような作り方をしています。はい。で、これはその工事の途中ですけども、非常に柱が細いので、こうやって向こうの函館山が非常にきれいに見えるような空間が実現しました。はい。で、こういうような空間で、そこの先生たちと話をして作っていったんですが、このスタジオの一番下の丸いサークルがありますけれども、これは先生方たちの要望で、ここでいろんな活動をするときに、この丸いのいいんじゃないかっていう提案があって、丸くしました。これはすごくうまくいったと思います。で、これはですね、近くの高校の先生にいらしていただいて、物理の実験をしてるんです。それで学生たちにこれお昼休みなんですよね。お昼休みに物理の実験をして、細い管をぐるぐる回すと音がヒューッとしますよね。で、なんでこういう音がするんだろうっていうことを高校の先生にレクチャーをしてもらって、これ三馬先生たちが考えたこういうやり方をしていったんですね。それはこの空間があるからできているんだというふうに思います。ですからそういう非常に自由な使い方ができる空間が実現したと思います。はい。では今いらっしゃる、この行動ですが、これもスタジオ側からよく見えるような形になっています。で、この向こうにはガラスが2枚入っています。ですから、ここの振動や音は向こう側には伝わりません。これだけ広い幅が空いているので、ここの振動がこちらにまで伝わらないので、ここの音は決して向こうに漏れることがないような作られ方になっています。はい。これも下から見上げたところですね。はい。で、これ、両側ガラス張りなんですけれども、これは前の埼玉県立大ではとってもじゃないけど採用できないと言われちゃうと思います。先生方にとっても、その廊下をふらふら人が歩いてたら、なんかうるせえなっていう感じになるかもしれませんよね。せっかく集中して学生たちが聞いてるのに。で、そんなんでいいのかなっていうふうに思われるかもしれませんが、むしろ先生方は積極的にこうしたいっておっしゃって、廊下を歩いている人がこの講義にも参加できるようにしたい。で、そこに勝手に入ってきて、後ろの方で聞いてたっていいんじゃないかっていうようなことをその先生方がおっしゃって、かなり仰天しました。
でも、それは我々の方も願ってもないことだったので、両側ともガラス張りのこういう大学ないですよ。大体前と後ろに入り口があって、教室の中見えないでしょ。遅れてきた学生がこっそり後ろから入っていくっていうのが大体多くの大学も、高校もそうですが、ですからその先生は学生たちをむしろ管理するような視線で学生たちを教えてるんですよね。ここでは全く違っていて、もう自由にここに学生たちが入ってこれるし、自由にレクチャーを聞けるような、そういうような大学が目指した大学だったというふうに思います。はい。で、こういうことを利用しながら、名古屋造形大学を作りました。で、名古屋造形大学はですね、これはコンペではなくて、私に設計が依頼が直接あって、でその後設計を始めた途中に学長になってほしいというふうに言われて、学長という立場と設計者という立場を両方の立場でこの大学を作ったので、かなり自由に大学のカリキュラムと、それから大学の空間との関係を作ることができました。でそれはここでの先生たちとの会話やコミュニケーションがここにかなり大きく反映していきました。はい。はい。で計画地はですね、名古屋のほとんどど真ん中で赤いところです。で左側は名城公園というところがあって、名古屋城があるところですね。で、その赤いところが名城公園のほぼ中にあるんですが、ここはもともと公務員宿舎がありました。次お願いします。で、この赤いところが公務員宿舎で、左側が名城公園の中で、この白っぽいところが今公園ですが、今、隈研吾さんが県の体育館を作っていて、結構あんまり良くない。けども、彼が作っているのがあります。で、ここにはですね、地下鉄が通ってたんです。で地下鉄の上に大学を作ることになるわけですよね。でこれはいいようでいて大変なんです。で地下鉄の上には荷重は一切かけられませんから、そうすると完全に敷地は2つに分断されちゃいます。でそうすると簡単な方法は2つの分棟にして、2つの大学を2つに分けるっていうのはあります。で私たちはそれをむしろこういう大学を作りたいと思っていたので、それはもう徹底して避ける方法で考えました。はい。で、最終的にこの下の方に見えるのが名古屋造形大学です。大きな、やはりワンボックス、ここと同じようなワンボックスのような建物で、これは高さは4階建てぐらいですね。ほぼこれとそんなに変わらない寸法です。はい。で、ここはですね、先生方に、やはり使い方委員会っていうのを作ってもらいまして、その教授会の先生方ですね。で、その教授会の先生方に私が何をしたいかっていうのを説明していったんです。私、一方で学長であり設計者ですので、学長としては、こういうような教育のシステムを作りたいっていうことと、こういう空間を作りたいっていうことは同時にそこで先生たちに説明することができたわけです。はい。で、これはそのプロセスですけども、ただその使い方委員会っていうのは2020年ですから、着工して、実際さあどう使うかっていうことをから始まったんです。っていうのはですね、やっぱり先生方は建築空間っていうのはどういう空間かを何もないところから認識するのが非常に難しいんです。で三輪先生たちと話をしているときにはそれを共有するのがまず最初の仕事、私たちの仕事だったわけですけども、空間を認識するっていうのはどういうことかっていうのはですね、普段設計もされていませんし、なんとなく空間の中にいらっしゃる皆さんたちは、この空間をどう自分が認識しているかっていうことをあまり深く考えませんよね。ですからまずそのところから話をしていくたのが、今回のかなり難しかったことです。はい。で、建築についてご説明します。延べ床面積は2万平米。
こちらの方は26,800ですから、ちょっとこちらの方が大きい建築です。で、ここでもプレキャストコンクリートを使っています。で、最高高さは24メーター。こちらが20メーターちょっとでしたから、少しこちらの方が高い。こちらっていうのは名古屋造形大の方が高い建築です。はい。で、全体としてはこういうふうに名古屋の街の中の一つシンボルになるような建築を目指しました。非常に照明器具のような建築です。で、周りは住宅街もあるし、公共施設もあるんですけども、公園の中の施設のような場所にあります。はい。これがその正面から見た絵なんですけれども、これ四角く穴が開いているのは、格子壁って呼んでますけど、これ構造壁なんです。穴が開いてますが、地震の時に地震力を受け止めるような壁なんです。で、こういう穴が開いた壁が地震力を受けるっていうのは、この建築が初めて採用しました。耐震壁って言いますが、耐震壁すごく頑丈じゃないと地震受けられませんよね。ですから多くの建築は非常に強いコアっていうのを作ってコンクリートで、そのコアによって地震力を受けるんですが、これはそのコアももちろんありますけれども、こういう耐震壁で建築を作っています。ちなみにこの建築も耐震壁はこの皆さんの一番後ろの一番角のところにあります。そこに非常に巨大な耐震壁があって、一番邪魔にならないところにその耐震壁があります。ですから、その耐震壁のおかげで、こんな細い柱でも地震が来たときに揺れないで、強く揺れないで済むような構造になっています。で、一番上がスタジオと呼んでいる、ここでいうそのスタジオと同じような役割を果たしています。ここが4階に全部持ち上げた、ここが階段状になっていますが、名古屋造形大はその4階部分をフラットなフロアになっています。はい。で、断面で書くとこういう形してまして、下に地下鉄があります。それで左右に教室、講堂ですとか図書館ですとか食堂が左右に並んでいて、その上にこうちょっとブレースって斜めの線が書いてあるとこありますね。そこがスタジオです。で、これは要するに大きな橋がかかってるみたいなんです。巨大な橋がこの四角いボックスが4個あって、4個の上に巨大な橋がドーンと乗ってるっていう構造です。そうすると、この地下鉄のところに一切力がかかりません。で、その地下鉄に力がかからないところがアートストリートって言って誰でも入れるゲートの下の空間になっていまして、でそこにお店って呼んでるいろんな先生たちが作る作品を売るような場所を作りました。でそこは軽い材料で作ったので、地下鉄に対してあまりインパクトのない構造体にしています。はい。で、今の4つの四角っていうのはここにある、隅にあるそれぞれ4つの四角い形がありますね。それが右上がアリーナで、右下が多目的ホールで、左側に食堂があって、ギャラリーがあります。それから左上のところに図書館がある。この4つの箱で今の一番上の橋桁になるところを支えているわけです。で、お店がこんなふうにあります。はい。で、このアートストリートって、ここ外です。で、上の橋桁って言って、スタジオのところにはこう穴が開いてまして、で上から雨が入ってきます。ですから、ここは誰でも外から人が入れるような場所になっていて、左右にあるのがお店って呼んでいるその先生たちの作品だとか、あるいはカフェもあります。で、そういうように使おうというふうにしている場所です。はい。で、これがちょっと上から見たお店があるところですね。で、左右にこうちょっと見えている四角い穴が開いた壁が格子壁というその構造壁にもなるし、光も通すというような壁になっています。で、その四角く穴が開いたところの雨が入ってきますので、その下に樹木を置いて、植栽もその真下に植栽をしています。はい。で、これがその床の部分でアスファルトです。で、そのアスファルトにこういう方向、どこに行ったら何があるっていうのがこう書いてあって、このサイン計画は広村正明さんって常に一緒にやって
くれる人なんですが、この建築も広村さんのサイン計画でできています。はい。で、これが格子壁ですね、左右にあるのが。で、向こう側の格子壁が見えて、間にお店があって、小さな町みたいな感じの場所になります。で、これは24時間オープンで、誰でも入ってこれるような場所を目指しました。はい。で、この格子壁もプレキャストコンクリートでできてまして、これも工場で作って、ここに運んで、組み立てるような仕方をしています。はい。で、この格子壁って、右側にある格子状の壁が格子壁なんですが、これは鉄板なんです。鉄板とプレキャストコンクリートがセットになって一つのピースになっています。で、こういうふうにこれを作る、これ厚さ20センチしかないんですね。見つけも20センチ。こんなもうへなへなの材料をですね。ですから鉄板と一緒に鉄の板と一緒に組み立てているので、すごく薄いですけども、非常に強い壁になります。これ実験をして、こういうどのくらいの大きさにしたらいいかを確かめて作ります。はい。で、大学どういう組織かっていうと、名古屋造形大のほかに名古屋音楽大、同胞高校とか同胞大学とかがあるかなり大きな大学組織です。それで私はこの大学に行って、まず最初にしたことは、教育カリキュラムの変更と建築空間が一体になるようなことを考えました。はい。で、最初に考えたのはです、それまで美術コースとか、建築インテリアコースとか、漫画コースと、アニメーション CG コースとか、イラストレーション、グラフィックとか、プロダクトデザインとか、ジュエリーとか、メディアデザインとかがあったのをすべてこうやって5つの領域に、学問領域に分けました。で、それぞれに対してシンボルマークを作っていったんですね。このシンボルマークは後になって作りましたが、まずこうやって美術表現領域、それから地域社会圏領域、それから映像文学領域、空間作法領域、情報表現領域という5つの領域に分けていって、それまでの9コースをこういうふうにまとめていったんですね。で、なぜこういう5つの領域にしたかっていうのは、美術の大学で自分の表現ではありますけれども、表現するために相手が必要です。つまり美術の作家は相手を選んで自分の表現を作っています。ということは、相手はその美術の表現をする作家たちは何をしているかということを受け止められなくてはならないわけですよね、表現。そうすると、つまり美術作品とは表現行為だっていうのがまず前提にあります。ですから、その全てに対して表現行為であるというようなカリキュラムを作りました。で、今までの美術コースっていうのは美術表現領域っていう名前に変えていきました。で、それぞれのその領域がどう組み立てたかをちょっとご説明します。これは認知学会の皆様の考え方を、認知する、認識するっていうのはどういうことかっていうことと深く関わっています。はい。5つの研究領域に分けましたけども、それ今までのグラフィックデザインとか、そういう漫画とかっていうコースはどう分けられているかっていうと、スキルや素材や用途や商品分類によってコースが分かれています。そのものがどういう商品になってマーケットに出ていくかということが前提になってこういう分類をしていると思います。で、こういう分類ではなくて、じゃあ表現として何が違うのかということを考えていった方がいいんじゃないかっていうのは、その時、私が教授会の皆さんに考えてほしいって言ったことです。はい。で、例えば美術表現領域っていうのは、絵画とか日本語とか彫刻とかコンテンポラリーとかっていうふうに分かれているんですけれども、それはそれぞれの日本画なら日本画の純粋性があるとしたら、洋画なら洋画の純粋性があるとしたら、その自立性を保つためにはとてもいいと思います。だけど、本当に自立してるんだろうかっていうのは私の疑問なわけです。で、むしろこれは
むしろ自立していたとして、その相互関係を作るのは逆に難しくなっていかないだろうかと思います。私は美術大学でも学んだし、工学部でも学んだんですけども、領域相互の関係を作るのは非常に難しいです。どんな大学でも。ですから、そういうように絵画とか日本画とかというふうに分かれてしまうと、もう相互にその純粋性を保とうとすると思うので、逆にその相互関係を作るのが難しいじゃないだろうかっていうことで、アートエクスプレッションというような領域名にして、相互乗り入れができるような領域にしました。つまり、ここには日本画コース、彫刻コース、コンテンポラリーコースというものがないんです。単純に美術表現領域っていうような領域しかありません。はい。これは映像文学領域っていう、ビジュアルリターチャーっていう領域なんですけども、例えば優れた文学作品だと、情景描写をしているだけなのに、その主人公の内面を描きますよね。例えば静かな湖のそばにいたりとか、梅園という小説みたいに煙がずっと上がっている街の風景を2人が見ている。その梅園の小説では、その2人がそれを見ているだけで、その2人がどういう気持ちでいるかをそのまま表すことができるっていう手法を編み出したと思うんですね。梅園は夏目漱石が改めて取り上げたりしているので、それ非常に新鮮なその内面の表現の仕方だったと思います。でこうやって情景描写しているだけなのに、その主人公の中が分かるっていうのは不思議ですよね。考えてみると。で、そういうことをやってるのは漫画がやってます。そういうこと。漫画は状況描写だけなのに、その主人公がどういうふうなことを考えているか分かるような新しい表現方法だと思うんですけども、でそういうような映像と文学が一緒になったような映像文学領域っていうのを考えたらどうだろうかということで、ビジュアルリターチャーっていうような学問領域を作りました。はい。これは先生方ともちろん話をしながら作っていきました。で地域社会圏領域っていうのはコミュニティエリアデザイン。でその建築とかインテリアコースっていうのは、コミュニティを作っていく、建築ですね、特に。コミュニティを作っていくときに建築っていうのは非常に重要な働きをします。ここもそうですけども、ここの先生方は教授会、あるいは学生たちの一つのコミュニティの場所だと思うんですが、そのコミュニティをどういうコミュニティを作るかっていうときに、建築は非常に重要な役割を果たします。でそういうような建築の役割を中心として考えるような領域で、この中には、建築も入ります。それからプロダクトの一部も入りますし、サインデザインのようなものも入ります。でこういう地域社会圏領域っていうのを一つ作りました。はい。それから空間作法領域って言ったら、コミュニティセンスデザイン。さっきのコミュニティエリアデザインですが、コミュニティセンスデザイン。で、コミュニティセンスっていうのは、作法です。我々が何か行為をするときには、むしろこれは皆さんの方がご専門だと思いますけども、必ず作法にのっとって私たちは行為をしていくわけですけれども、その作法はじゃあどういう形でその作法が成り立っているかっていうと、一つの空間の中で初めて成り立っているんだと思います。非常に抽象的な、例えば都市、今の日本の都市のようなところでは、自分がどのような作法をそこで演じていいかわからない。だからみんな何もただ歩いてるだけなんですよ。人に話しかけもしない。でも例えば中世都市や日本の近世の都市は、そこでどういう作法をしたらいいかみんな分かってました。ですから、隣の人に話しかける作法も知っていたし、無礼なこともしないし、というのが都市空間そのものがある作法を持っていたのが、中世や都市や近世の日本の都市、中世のヨーロッパの都市ですよね。でそういう空間と作法っていうのは一つのセットになっているというふうに考えられると思います。お茶室であればお茶室と作法があります。書院造りの建物であれば書院造りの建物の作法があります。そういうふうに空間、建築家が空間を作りますが、そこの空間の作り方は、そこでどんなような作法が成り立つだろうかということをイメージしながら建築家たちは空間を作ります。ですから、そのどういう作法があるかということがないと、建築家は実は空間を作れません。で、それは両方相互関係ですよね。作法を作っていくのはむしろ
人間の集団であるし、でその作法をある一つのルールとして固定化していくのは建築空間であるし、という相互の関係を持っています。で、その空間作法領域っていうのを名前をつけて、コミュニティセンスデザインっていうような領域を作りました。はい。それからこの情報表現は、リプレゼンテーションデザイン。このリプレゼンテーションはむしろ皆さんの方のご専門で、こういうようなその、情報リプレゼンテーションですから、前の情報、人間が記憶していて、情報、その記憶している空間やイメージ、それを人間の脳の能力は頭の中にインプットすることができて記憶している。東京タワーっていうと、すみません、皆さんの専門を僕は責めるわけではないんですが、東京タワーって言って、皆さん東京タワーのイメージを頭に浮かべると思います。でもなんか、正確な東京タワーじゃないですよね、きっと。ひょっとすると僕と高田さんとの東京タワー違うかもしれない。でも東京タワーとみんな抽象的なあるイメージを浮かべますが、それをリプレゼンテーションというふうに言いますよね。そういう記憶のされ方。みんな共通したそのリプレゼンテーション、それが情報を映像化して脳に残しているっていうその、情報の残し方ですね。で、そういうことを研究するのがリプレゼンションデザインというように考えました。で、情報表現はこの大学の中で最も重要な領域だと思っているんですけれども、今の情報社会で情報の伝達の仕方がもうかなりランダムになっていて、誰でもがどこの情報にもアクセスできる代わりに、誰でもが自分の情報にアクセスされちゃうようになっています。誰も今そこに対して歯止めも何もなくなっているのが今の情報化社会だと思うんですが、そうするとあらゆる情報を私たちは手に入れることができると同時に、どの情報が重要でどの情報が重要でないかっていうセグメントをすることができなくなっちゃってます。で、その時にこういう大学ですとかは非常に重要な役割を果たすことになっていくと思います。で、その名古屋造形大もそうですけども、函館未来大がそういうところに特化した大学でもあるので、函館未来大学がどういう情報ってのは何かって、どの情報が重要で、どの情報が重要でないか。で、あるいはその情報を、例えば国家機関のようなものがアクセスしようと思えば、今簡単にアクセスできちゃいます。で、それは非常に危険なことだと私は思います。つまり、あらゆる情報は何らかの形で操作された情報を我々が受け止めていると思うんですが、そういう操作された情報が自由に我々が受け止めている社会っていうのは、非常に危険な社会に今なっているかなと私は思っています。ですから、国家からの情報は常に正しいというふうに私たちは思い込まされますが、今社会を見ている限りは相当怪しい。逆にそれを我々がチェックすることができなくなっているというのが今の社会だと思います。で、そういうことを考えるのが情報表現領域です。という5つの領域に分けました。で、はい。何までだっけ？まだ時間が。あと15分。あと15分。はい。で、その各領域相互の関係ですね。で、それはお互いにお互いの関係が自由に行き来できるようでなくてはならないということで、はい、次。それで、これはその芸術表現っていうのは単に自らの内面の追求が芸術表現ではなくて、作家活動っていうのは他者の共感を求めることにあるというふうに私は思います。私は建築家ですが、私は常に私はこう思ってるんだけど分かってねっていう感じで、時々もっと分かれよとなっちゃうこともあるんですが、分かってねっていうふうにして話をします。それを受け止めてくれたのが美馬先生たちだったんですね。受け止め、こう言ってると非常に僭越で申し訳ない、受け止める能力があったというふうに私は思います。この開学の時に先生方いらした時に。で、それは実は非常に珍しいことで、私が分かってねって言って、ほとんど分かってもらえないことが多いんですよね。
建築。で、建築っていうのは、元あった建築の真似してまた作ると非常に簡単です。で、プロトタイプがあって、それを作って、今の建築って大体そうなっちゃってるんです。過去にあった建築をちょこちょこっとちょっと変えて、おしゃれにしてまた作る。学校は特にそうです。小学校、中学校、高校はかなりひどいもので、ほとんど前にある文科省が決めた基準通りに作られています。新しい中学、小学校、高校は今作れません。文科省の基準が非常に厳しくて、お金も文科省が決めるんです。ですから非常にローコストの建築しか作れないので、日本のそういう小学校から高等まではかなりひどい建築になっています。で、大学はもっとひどい。今の大学はほとんど文科省の指導で作られるようになっているので、設計者が、文科省が決めた設計者がほとんど作ります。で、私が学校に携わるというのは非常に珍しくて、実は珍しいです。で、埼玉県立大学は新設の大学だったので、可能性がありました。僕も新設の大学だったので、僕のようないろいろ新しい試みをする人を呼んでもらいました。で、この今の高校は東大からどこから全部文科省が決めた設計者が作っています。っていうので、何言いたいかっていうと、作家っていうのは、芸術作品の作家は私が作ったものを分かってねっていうようにものを作ってるんです。で、それが作家活動だっていうことをやはりもう一回認識して、作家活動をっていうのは何かってことを考えながら芸術作品を作るということをみんなで考えていきたいっていうことを教授会で話をして、こういう大学を作っていきました。はい。で、このロゴは、それぞれのそのシンボルマークなんです。で、これは、要するに5つ領域があるので、単純に私は5つの差が分かるだけでいいと思ったんですよ。それぞれの領域をシンボル性が必要なのではなくて、それぞれの領域性の差さえ分かればいい。というので、最も単純な形を考えて、そのどの形を選ぶかは各領域の先生たちにお任せしました。で、これ以上シンプルなのはまあないんじゃないかなと思うんですね。で、これ、プラスを斜めにしちゃうと×になっちゃうので、まずいかなと思って、一応プラスのような形をして、2本線、1本線もあるかもしれないけど、ちょっと扱いにくいので2本線にしてっていうような、考えられる限り最も単純な形を6つのサインにしました。はい。で、その名古屋造形大学のシンボルマークもこうやって4つのサイン組み合わせた形を、これは広村さんがこうやってきれいな形にまとめてくれました。はい。で、次は、それで各大学、これがスタジオで、ほぼ88メーター ×88 メーターの巨大空間なんですが、それを各領域に分けられるんですけれども、これは自由に交換可能です。パーティションも何もないです。で、こういうふうに先生たちが自分たちで決めていって、真ん中にアートプラザという、でエレベーターで上に4階に上がってくると、このアートプラザって真ん中にありますが、そこに上がってきます。そこから各領域の方にアクセスするというような作り方をしています。作り方っていう全体構成をしています。はい。で、これが、地域社会圏領域で上からシンボルマークが降りてきていて、それ以外に各領域を示すものは何もないです。で、下は全く自由な空間で、ここはこの、函館未来大学の経験で、こういうテーブルだけがあって、あと棚があって、あと何にもないというような形をとっています。で、学生たちにこういうのテーブルもありません。で、学生たちは自分の作品をここで作って、先生たちと話す。先生たちの研究室もないんです。で、先生たちはこの中にいて、事務室はもちろんあります。で、はあるんですけども、先生たちもこの中に混ざっています。先生方みんな作家ですので、作家活動をここで学生たちと一緒にしてもらうというような基本的な考え方です。はい。で、こういうふうにシンボルマークがあって、
シンボルマークばっかり目立つような大学です。というのは、ちょっとここもですね、どこに何があるかちょっと分かりにくいので、まずいなとちょっと思ってまして、なんかまた考えた方がいいかもしれません。すみません、失敗したこと、ここで失敗をこっちで生かしてまして、いろいろとありがとうございます。で、こういうシンボルマークがあって、その下に自分たちの領域があるというような作り方をしています。はい。で、向こうの方にこうプラスマークがあって、全体としてはこう地上にあるように見えますけども、空中にある。ですね、下の四角から下の方が格子壁がちょこっと見えたりしてますけども、でこう斜めのこれはブレースって言って、要するに橋なので、こういうのがないと落っこっちゃうんです。べちゃっと潰れちゃうんです。で、こういうふうに引っ張り材で、上と下を結んでいて、全体が潰れないように、50メーターぐらい飛んでるんですよ、橋は。で、その上にこういう大空間があるので、かなり頑丈なこういう斜め材がないと、全体としては建物を持たなくなっちゃうんですね。で、むしろこういうのが邪魔に見えますが、その空間を使うときには、それほど邪魔にならないっていうのと、方向が分かる。斜めある方と逆側はないですね。要するに橋桁ですから、この橋と橋の間だけ斜めが。で90度離れた方はこの斜め材がないというような作られ方になっています。はい。で、こういうシンボルマーク、サインも遠くから分かるような形にしています。はい。で、周りは全部ガラス張りで、外に奥行き8メーターのテラスがあります。はい。で、これは先生たちがどこにいるかっていうのが分かるように、先生の顔写真があって、棒でこう立ってるんですね。でそこに先生たちが指してもらう、これは伊藤先生がこれ指すと、これ今伊藤先生の場所ですよっていうのが分かるようになっていて、顔写真があっちこっちにこうあるっていう。だからどこに誰がいて、先生がどこにいつもいて、そこで何が行われているかがこの顔写真で分かるようなになっています。これも名古屋、ここの函館未来大学でちょっと全体が曖昧になっちゃったのをこうやるといいかなっていうんでちょっと考えました。はい。で、このサイン。で、このサインは全体が巨大空間ですので、自分がどこにいるかが分かるように、このサイン、エレベーターとトイレと車椅子のマークがありますけども、これは車椅子用のトイレっていう意味です。で、階段は階段で、巨大な階段の絵が描いてあります。はい。で、ここは図書館ですけども、これはサインシステムは広村さんにお願いして作ったサインシステムです。はい。っていうのが今の全体の名古屋造形大学なんですけれども、何が言いたいかと言いますとですね、三輪先生たちと話をしてきたことはこういうことだったっていうふうに思います。で、先生方はどのような作法でこの空間を使うか、それは山本さん分かってくださいねってずっと私の方に言ってくれたんだと思います。教育は単に教室があればいいわけじゃなくて、その空間で学生たちと先生たちがどのような作法でそこの空間を使うかということを先生方は考えておられるはずで、それを私は教えてもらいました。で、そういうようなことがこの名古屋造形大学でそれを徹底して作法というようなことをサイン計画にも表れていますし、大学の空間の作られ方にも表れています。で、そういうような、どこに現れているかっていう、例えば1階のアートストリートのところは、誰でも入れる空間の作られ方と、4階のスタジオの作られ方は全然違ってます。あそこ屋外でいかにも街の中みたいだし、4階のところはやっぱり学生たちが使えるような空間にしていくっていう、そういうような作られ方になっているっていう意味です。そういう建築の空間の認識、建築をどう認識するかということは、そこで自分はどのような作法をそこで行動すればいいかを認識することだと思います。今ここで私がこちらに聞いて、本当に静かに聞いていただいてありがたいと思うんですが、それは皆さんが
お前ちゃんと聞けよなっていう空間になっているからです。ですから、しょうがないから聞いてやろうかって感じになってても、おとなしく聞いててくれると思うんですが、そういうのは空間の力です。私が一人でここにいて、皆さんも多数でそちらにいらっしゃるという、そういう空間配置をしたからですよね。これ違う空間の配置の仕方をしたらまた違うというふうに思うんです。ですから、その空間認識はそこでの作法と非常に深く関わっているし、どういう作法をここですべきかということを逆に空間が伝えていくということもあり得ると思います。ですから、こう認知学会ですので、何かそういうような空間の持っている人に伝達する力のようなものがやはり私はあると思うんですね。ここではこういう作法でこの空間を使ってくださいっていうのは、空間それ自体が持っている作られ方によってそれを示すことができると思います。日本の古い建築がみんなそうなっていて、お茶室や先ほど書院造りやの話をしましたけども、すべてそういうふうに作られています。中世の建築、ヨーロッパの中世の建築もそのように作られています。作法の空間だったと思います。それが近代になっていて、その作法という空間ではなくて、機能の空間になっていきました。でそれから人間の集団の在り方を相当変わりました。そのために。で今、機能的空間だというふうに我々は思い込んでいますが、それは嘘で、そうではなくて、その機能の背後には、そういう作法っていうのは認識しながら、その機能的空間を私たちは使っていると思います。ですから、私たち建築家の方は、その作法という意識を持って、やっぱり建築を作っていく必要があるんですが、今の建築の業界にはそういうように考える建築家は非常に少数派です。むしろ建築は機能的であるべきだというふうに思っている20世紀に入って作られたその機能主義的な建築、効率の建築であり、基本的には効率ですよね、その使い方の。それを目指して作るのが建築だと思っていますが、全く違います。そういうふうな作法のための建築空間というのを改めて私はむしろ三輪さんたちとこの建築を作っていくことで非常に多くを学んだというふうに思っています。どうもありがとうございました。山本先生、どうもありがとうございました。振り返ってみると、建築家の方にこの大学の建物をお願いするというときに、建築のことをちょっとだけ勉強してみると、自宅のトイレのドアをつけないっていう建築家もおられるようで、ちょっと恐れを持って建築家の方をお迎えした経験があるんですが、山本先生とお話をしていると、非常に自分たちが将来利用する空間について、注意深く丹念に対話を持って、設計という作業に、加わらせていただいたというふうな思いがあります。というわけで、今お話をいただいた建築に関わることについて、今度は三間野入さんが指定討論者ということで、まず最初に山本先生に質問を投げかけて答えを出していただくと。で、その後ですね、若干の時間を残して、会場外の方には申し訳ないんですが、会場の中から、質問を受け付けるという流れで進めたいと思います。それではよろしくお願いします。スライドを出してください。お願いします。はい。これ、指定討論者の三間でございます。今日、山本さん、これですね、私、今日のためにちょっと出してきたんですけど、これ、建築文化の2000年9月号です。未来大ができたときに、対談をするという企画がありまして、これ、今、研究室に残っているものを出してきたんですけど、これなんか結構ページ数あるんですよね。どういうふうにこの建築を作ってきたかというので、先ほどご紹介いただいたように山本さんと、
我々、計画策定委員会のチームで、作ってきた、その議論をしてきた過程を振り返って、この雑誌でインタビューをしています。そうでした。お互いに若いですね。これだから23年前になります。ですね、2000年。で、ちょうど認知科学会もですね、2001年に認知科学会未来大出来たてほやほやっていうことでやって、その時も実は山本さんに、お越しいただいて、まだでもどういうふうに使うかってね、あんまりお互いに分かんないまま、こんな感じでした。はい、2001年にも確か話をさせて。そうです。2001年の認知科学会ですね。はい、ここでお話をいただきました。で、次ちょっと見せて、これがですね、実は半年ぐらい前に発掘された、ビデオから撮ってきました。で、これはですね、まだ未来大学が、開学したのが2000年の4月です。だからちょうど1年前に、開学1年前に場所は市役所、まだできてなかった、建物当然ないので、市役所と、それからその時にこの現場ですね、皆さんがいるところが今、いらっしゃるところの、それから参加者はこの時教員予定者と、建築家である山本さん、それから、市役所の事務局の方で、何をやったかっていうと、ワークショップと現地視察をやった時の、ビデオです。ビデオから今映像を画面切り出してきたところです。で、まだあんまりプレキャストってなんか早いんですよね、組み立てるのがね。あんなにこの段階、1年前まだこんな感じだったんですけど、で、ここで説明されているのが、山本さんで、左側にちらっと見えているのが初代の学長の伊藤圭介さんです。そうですね。はい、そうなんです。で、当時ですね、あと市役所で、教員予定者を一番上の会議室に集合して、これからどういう大学を作っていくのかということを説明会をしたときにですね、もうこの時すでに学習共同体としての、公立函館未来大学ということであるとか、これ真ん中がワークショップしてた様子なんですけど、実は皆さんもちょっと考えてみていただきたいのは、2000年より前にこの頃ワークショップって何なのかっていうワークショップ自体のその概念というかあまりわからない、普通はわからない感じの時に我々はワークショップっていう形で、新しく来られる方々といろいろ決めなきゃいけないことを話し合うという場を持ちました。で、実は右下のところがですね、もうこれプロジェクトベーストラーニング。つまりこの時にこの計画策定委員会の中ではもう PBL をもう中心に据えた、教育あるいは学習方法をしていきたいということがあって、それでその時に、こういう山本さんとの出会いがあって、この空間ができてきたということです。で、これワークショップをやって教員説明会をするんだったらわざわざ山本さんにお越しいただくことはなかったかもしれないんですけど、でも私たちはやっぱり建築とこの、学習共同体としての大学、大学、あるいはプロジェクト学習、プロジェクトベーストラーニングがとても重要で、その時に空間の重要性というのをとても思っていたの、認識していたので、ここで山本さんにお越しいただいたという、その場面になります。覚えてらっしゃいますか、この時。もうあんまり何度かワークショップをやったので、もうしょっちゅうお会いしてましたからね。そうですね。どの場面かはちょっと覚えてませんけれども。大抵はでも東京でやってましたね。はい。で、これ初めてみんな多く集まってきて、函館で開催したんです。これ函館まで来てたんですね。はい。で、そののを見つけてきました。で、はい、次のページをめくるとですね、これは今、未来大、2000年に開学して20周年の時に、函館新聞の企画で、20周年を迎えてというので、特集記事を月1回のペースで書いていただいた全6回シリーズです。で、ここでまだ見ぬ何かを求め集まった教員陣ということで、初期のメンバーにちょっといろいろ話を聞いたのと、これやっぱり最後は、これ6回目の最後です。最後はガラス張りの校舎思想を形にということで、
未来大学の歴史を語る上で、建物抜きには語れないということを、示していると思います。この時、下にやっぱり山本さんからのインタビューが載ってます。というスケッチが載ってますね、最初に皆さんにお見せした。そうでしたね。はい。それと、じゃあ次をお願いします。これはですね、2016年です。日経新聞が、毎週土曜日にいろいろ何でもランキングっていう企画があるんですけど、そこで、2016年は何でもランキング一度は訪ねたい大学の名建築っていうのがありました。で、そこで1位が、東大の安田講堂、2位が早稲田の大隈講堂、で3番目が神戸女学院の、岡田山キャンパス、で4番目が未来大、5番目が名古屋大学の豊田講堂というのがあって、これは専門家の方たちが選んで、なんか点数付けをして選んだっていうことなんですけど、これ私見ていて思ったのは、これ未来大だけです。生活空間が選ばれてるっていう。皆さん講堂とか、キャンパスのお庭とか、そういうことで中からのことの建築として選ばれた。山本さん、これどう思われますか？みんなこれ歴史的建築なんですよね。安田講堂も大隈講堂も。はい。で、早稲田である歴史を担っているので、重要な建築物になっていると思います。で、その名古屋の豊田講堂も、神戸女学院も歴史的建築物なんですね。そっか。これ新品なんですよ。そう、新品です。で、だから歴史なんかないですよね。で、これが選ばれてるのは結構すごいっていうのと、4番目嫌だなっていう。1番1番目じゃないかなと思う。なぜなら、建築にフォーカスしているのは、実はこれだけだと思います。それ以外は、その歴史性とともに、その講堂が選ばれているし、その東大の安田講堂っていうそのある歴史を担った、建築物、大隈講堂はまさに早稲田という思想を大隈という人が作った講堂であるっていうことで。神戸女学院はボーリスですよね。ボーリスです。よくボーリスです。ですからそういうような歴史を担った建築と、名古屋公立函館未来大学はちょっと位置づけが違うんじゃないかと思うんですよ、ここには。全然歴史ないですもんね。でもここに食い込んだっていうか、1位じゃないのは、ちょっと悔しいかもしれないけど、でもそれはすごいことですよね。すごいことだと思います。だからどなたがまとめたかは知りませんが、これをちゃんとこのランキングの中に入れることだけですごいですね。と思いました。はい、ありがとうございます。というわけで、これ、今だと、これネットで引くと、日経新聞、お金払ってない方も読めるということを私、ゆうべ確認しました。2016年ですね。2016年。はい、もっとなんか写真いっぱい出てきてました。はい、じゃあもう一つお願いします。これ一番最近で、北海道新聞の道南版でですね、道南、建築散歩という記事です。今日ここにも記者の方いらっしゃってるんですけど、これ学びの場、概念を覆す大空間ということで、これずっと一月一遍の連載なんですけれども、ずっと道南の建築物なんです。大抵そこもですね、歴史的なものなんです。ずっと今まで紹介されて。で、ここでは未来大が出てるっていうことで、実はその下の木で作ってあるのは、あれですね、今日もいらっしゃってる山本さんのところのお弟子さんである高田さんって言って、大学院棟を作るときには参加いただいてね、彼がいる、もう函館にいるから何かあってもこの建物大丈夫かと思うんですけど。困ったら高田さんがやってくる。というわけで、これ、だからもう未来大を語るときに、建築なしでは語れないっていうような、今までいくつか今、新聞記事をご覧いただきましたけれども、未来大の中身もその教育の在り方っていうのも新しいことを試みようと
やってきたわけですけど、その時にやっぱりこの空間の持つ威力、これはセットでないと語れないっていう感じ。そういう大学ってなかなかないですよね。例えばハーバード大学っていうけども、ハーバード大学の建築がいいからいいと思う人はあんまりいないかもしれない。でもイギリスの建築だとそういうことが時々あって、オックスフォードやケンブリッジだと、そこでのそれぞれの学校はやはり伝統を背負っているので、非常に古い様式の建築があって、それ自体に価値があるということはもちろんあるんですけど、あんまりそういう建築そのものがその大学とセットになって語られるってことは、日本では非常に珍しいですね。海外ではあります。そうなんですね。でもまず皆無だと思います。ですから、これ、北海道新聞の記者の方とも話をしましたけども、こういうふうに取り上げてくれるっていうのは、本当に嬉しいですね。いかにその教育空間とその大学っていうのが関係があるかっていうことも、よくこれで分かると、素晴らしい記事でまとめていただいているので、非常に分かりやすいのと、面白いと思ったのは、高田さんの作った、今日見てきたんですけど、木造建築を見てきたんです。で、その木造建築が似てるっていうふうにおっしゃってるんですが、高田さんに言わせると内部空間が似てるっていうふうに、内部空間は確かに非常によく似てます。で、この建築は街並みのようなものを作っているんで、今日見てきて、すごく素晴らしいなと思って見てきたんですが、建築と先ほどお話をしたように、内部での活動とが一体になって大学をこうやって考えるというふうに大学を作ってる例って少ないんですね。多くの大学で。特に伝統のある大学ほど少ないって言っていいと思うんですけど、それをこういうふうに考えて見てもらえるのは、やっぱり我々がね、途中、カリキュラムのことまで考えながら、この空間を作ってきたからだと思うんですね。で、ちょっとその時の話をすると、複雑系と情報アーキテクチャの2つしかない。それで、コンペ要項にそれしか書いてないんですよ。わかるわけないでしょ。今から23年前に、複雑系学科と情報アーキテクチャっていう説明一切ない。それで建築家の皆さん作ってくださいねっていうコンペだったんですね。ちょっとひどくないですね。で、もう相当いろいろその時に調べたり読んだりしたけど全然わかんないので、もうとにかくコミュニケーションだと思ったんですよね。で、コミュニケーションをどう作ったらいいのかっていうことは、自由な空間でコミュニケーションを作るで、こういう大空間をとにかく作ろうと思って、それを提案した記憶があります。その大空間は使う側にとっては厄介な空間で、すごい困ると思いました。無責任で申し訳ないんですけども、でも非常に使う側としては、さまざまな工夫をしないと、この大空間を使うのは使いこなせないんじゃないかと思うんですね。で、皆さんもおっしゃってた面白かったのは、遠くに人が見えて、見えてるだけでも関係ができる。で、遠くの人と携帯で話をしてるっていうのを聞いて、この中でですよ、向こうとこっちは、それがすごく面白いと思ったんですよね。普通、携帯で喋るときは、どういう都市空間でその人が喋ってるか分かりませんよね。で、あるいはどういうようなインテリアの空間でその人が喋ってるかも分からない。ですから、喋るときに、電話がいかに不自由かっていうと、その人がどういう空間にいるか分からないのが一番困りますよね。で、ここはそういうふうに電話をしながら相手がどこにいるか分かるっていうのは、コミュニケーションの一つの新しいコミュニケーションの仕方かなと思ったんです。で、ここはちょっとまた失敗しまして、音響がちょっとうまくいってないです。吸音材がちょっと少ないんですね。みんなプレキャストですので、天井がもうちょっと抜けるかなと思ったら、ちょっと抜けが足りないので、ちょっと反響したんです。で、美馬さんたちは、うさぎの耳つけるとよく聞こえるんですよっておっしゃっていて、だからこういう耳つけると確かに中で反響したくて聞こえるとかですね。むしろそれをいろんな形で役立てるように使ってくださっているので、建築家としては自分の失敗を
すごくフォローしていただいてありがとうござあ、います。いえいえ。次のスライドをお願いします。多分皆さんもいろいろご質問あると思うので、今回もうこれで私は最後にしたいと思うんですけれど、20年の時を経て、情報系の未来大学の建物と、名古屋造形大学の芸術系の建物がすごく似ているっていう、ことからお話今日始まりましたけれど、私たちはこの空間をアトリエ的学びということを言ってるんですね。もうこれはできてその時から言ってるんですけど、それはこれ建てる前にやっぱり美大の教育を見に行った時に、普通の授業を受け、普通のっていうか美大以外のところを専攻した人たちからすると、隣で作っている人たち何か作品とかが見えるとか、そこで友達同士同級生の会話、あるいは公表している先生の声が聞こえてくるんですよね。でその人が活動していることが見えたり、声が雰囲気っていうかな、その場のとして聞こえてくることが、何かその自分の考えがさらにインスパイアされるっていうのかな、すごく刺激を受けて、でさらになんかそれが豊かになっていく。でそれを、芸術系の大学では当たり前として、あったわけですけれども、普通の工学部出身の私たちとしては、相手の頭の中は見えないし、ものを作るまで見えない。でもそれをじゃあ全部オープンにしてお互いに見えるようにしちゃう。何かそういう授業のあり方があるんじゃないか。でそこから刺激を受けるということを、考えてきたので、似てるって山本さんおっしゃったのは、まさに我々はそう思って、我々の方が多分その時近づいたのなというふうに思います。で、すいません、次のスライドで、はい、これをだーっと次、パッ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 とやるとキーワードが入っているので、このあたりについて皆さんからご質問、これ認知科学会ですので、多分皆さんこういうか、そこでお願いします。空間とか可視性、活動、身体性、共同体、社会性、これ以外にも何かキーワードがあるかもしれないんですけれど、こういう形で少し挙げてみました。参加者からの質問。その1、実際に来てみて、オープンな研究室でコミュニケーションにも影響を与えている空間デザインだと感動しました。研究室の配置は、設計時から人の流れを想定してデザインされたのでしょうか。それともスタジオを運用していく中で、今のようなバランスになったのでしょうか。コンペの当初からですね、こういう階段状になって研究室が半ば埋まっていて、それでその学生たちが作るスタジオがオープンなところにあるっていう関係は、コンペの最初の提案だったんです。ですから、この今皆さんご覧になっているこの関係自体はコンペの最初から提案をしていました。でただ、ここまで徹底はしてなかったんですね。ですから、ここから先は先生たちと話さなくちゃダメじゃないかなと思ったのは、先生たちの研究室をガラス張りにすることが最も重要だと思ってたんです。大体他の大学に行くと失敗しちゃうので、先生たち閉じこもっちゃうんですよ。ほとんど。出てこない。もう一人先生など研究室に行って帰ってきちゃう人がいっぱいいるでしょ。どちらの大学か分かりませんが、だからそういう大学になってるっていうのは、どんな学科であろうと、それは非常に問題だなというふうに僕、教育者としても思っていたので、こういう先生とまず少なくとも学生との間は、ガラス張りの関係で作れないかなとは思ってました。最初あれですよね、研究とちょっと別舟の時があったんですよね、研究棟っていうのが。でも、あそこで合体した時にちょうど、そうです。最初はこういう空間だけが別になってて、座学の部屋を別に作ってたんですね。でそれが全体に、コンパクトにしなくちゃいけないというのもあったし、先生たちの要望もあってこういうふうになっていったのは、コンペの時にはそこまでは想定していませんでした。必ず教員としては学生の前を通って出ていかなきゃいけないし、そう必ず出会いが生じるということですね。はい、割と初期の頃から今のような状態になっていたって感じ。はい、そうです。
で、先生方はこれに共感していただいて、まず選んでもらったとなると思います。参加者からの質問。その2、設計の発想によって学生や教員の自由な活動を保障していて素晴らしいと思いました。来るたびに様々な仕掛けを発見し感動しています。そういった仕掛けや工夫を支えている技術はどうやって手に入れているのでしょうか。私、建築家ですが、さまざまな人たちが参加してまして、構造の技術者で木村義彦先生がこの構造計算から構造システムを相談に乗ってくれて作られてます。で、家具デザインは、これは皆さん座ってらっしゃるのは山中俊二さんっていう、今東大の先生されてますが、その山中さんにお願いして、この家具はデザインしてもらいました。で、これは当時としては珍しくて、電源もそこに全部あるし、ネットも全部そこに差し込みがありますよね。当時としてはこういうの非常に珍しかったんですが、先生方の話聞いても、これは必須だろうということで作りました。あとテーブルの出し方も非常に大きなテーブルがしまい込めるようになっています。で、普通だと横から出して、小さなテーブルを出すような構造はありますが、これだけ大きなテーブルが出てきて、普段はしまい込んでいてっていうのも、山中さんのそのデザインなんですよね。これ私たちからお願いしたのは、ラップトップを置いてテキストを置ける大きさにしてほしいっていうので、普通より大きくして、当時は無線 LAN がなかったので、情報コンセントと電源はマストっていうか、必ずお願いしますっていうことを、はい、言いました。で、こういうパンチングメタルの背中ですとか、こういうの一つ一つ見ると非常にデザインがきれいに、椅子の倒し方も、倒れている時には真ん中だけちょっと残っちゃったりだとかですね、すごくその山中さんが作ってくれた家具としてはすごく気に入って、皆さん気に入ってもらえていると思います。で、それとか空調なら空調も、特別な空調のシステムを作ってます。ちょっと冬場、夏場ちょっと今暑い。そうすると、これ冷房がなかなかその当時まだこんな風に暑くなると思ってなかったので、ちょっとうまくいってない。これはちょっとまた今年はひどかった。改造します。はい、お願いします。高田さんに。高田さんお願いします。それでそういうような、何言いたいかっていうと、さまざまなコラボレーションの人たちがいるんですね。でこれは我々インハウスの方にもたくさんいます。それから三馬先生たちのような方が外側にもコラボレーションの人がいて、その人たちとの話し合いの中から出てくるんです。で、これのガラス二重っていうのは設備事務所と話をして、1枚のその減衰率がいくつぐらいか、で2枚出すとどうなるかっていうのは計算で出ます、簡単に。ですから、そういう計算、これは実験するまでもなく出るんですけども、でそういうような計算をしながらガラスの厚さをどのくらいにしたらいいかっていうのをすぐそういう設備の専門家、技術者はそういうのを計算してくれます。ですから、そういうさまざまな人たちが参加するのは建築の設計で、私の建築家っていうのは最初の発想のところとそれをどう実現していくかっていうのをその人たちに協力してもらいながら作っていくのが我々ですので、いろんなところからアイデアが来るんですよね。だから私一人だけでこういう巨大建築ができるわけでは全然ないんです。特に高田さんがいますが、スタッフたちも同じです。で、そのスタッフたちが同じように協力して一つの建築が出来上がっていきます。だから一人の建築家たちは、発想は一人の建築家であったとしても、それを実現するというのは、もう本当に多くの人たちが参加して実現していきますから、その結果、そのコラボレーションがうまくいけばいい建築になるし、足引っ張られるとダメになっちゃうしっていうようなことが起きているんじゃないかなと思って、今のお話はそれが多分非常にうまくいった結果じゃないかなと思っています。はい、どうもありがとうございました。じゃあ最後にちょっともう一枚あるんですが、未来大学が皆さんもこのオープンスペースオープンマインドっていうこの未来大学のもうモットーになっているこの言葉は、作る前からあったわけではないんですね。こういう活動をやりたいから今日もいろいろワークショップなんかもとかポスターセッションありまして皆さんに使っていただいてますけれども、
こういう活動をしたいから、こういう空間が欲しいというふうに、ある意味お願いをしたんですけれども、実際に出来上がってここで生活する、あるいは授業をする、ここで生活するようになってきたらですね、なんかみんなの心がこうオープンになってきたっていうことを表して、これは1年後、開学してから1年後ぐらいなんですよ。空間をオープンにしたら、みんなのマインドがオープンになった。そこで、オープンスペース、オープンマインドっていう言葉を言ったんですけど、その時にやっぱりその空間が、先ほど山本さんのお話の中にあった作法ですよね。やっぱりその空間が私たちのマインドを変える力があるということを、私たちは、この20何年間で体験することになりました。で、この中でもたらしてきたのが信頼関係であるというふうに思います。はい、どうもありがとうございます。基本的に空間をデザインすること、そこで学習すること、これは認知科学の重要なテーマの一つだと思います。今日こういうお話を設計者の山本さんから聞くことができて、非常に嬉しく思います。また、質問していただきました三間のゆりさん、どうもありがとうございました。というわけで、皆さんまたこの建物に興味を持たれたと思います。お帰りまでにいろいろ存分にお楽しみください。ということで、少し時間オーバーしましたが、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。